今回はリザードン EX について評価していくわ。グレンの嵐が強力なのだ。この圧倒的な攻撃力を生かすためにファイヤー EX と組み合わせたデッキが最初期から存在しているわね。ただ2進化ポケモンを軸にする関係上、どうしても安定性には難があって2番手感の拭えないデッキという印象ね。そこを何とかして安定させることができないかと確率計算を駆使してこねくり回していくのが今回の目的よ。1回の動画では全て説明しきれないから3回くらいのシリーズになる予定よ。よろしくお願いするわね。続きが気になったらチャンネル登録お願いしますのだ。とりあえずはいつものカード評価ね。まずは耐久力から。2進化ポケモンね。 HP は180、逃げるコストは2ね。180という HP を安定的に一撃で倒せるのは現時点では同じリザードン EX だけね。評価は S プラスよ。逃げるコストは2と B ランクだけどエネルギーがついていない状態でバトル上に出ることはほぼないからあまりデメリットにはならないわね。耐久力の総合評価は HP の高さを鑑みて S ランクかしらね。次に攻撃力について4エネルギーで200ダメージというのは打点を去ることながらエネルギー効率も良いわ。 S プラスを上げても良いわね。速攻性は皆無と言っても過言ではないわ。今回は進化ポケモンだから進化前のポケモンを評価の対象にするんだけど、人影は一応1エネルギーで30ダメージだけどエネルギーのトラッシュがきつくてほぼ打てないわ。リザードは3エネ60ダメージだし B ランクでも良いくらいだけど一応技はあるから C マイナスかしらね。そして最大の売りである最高打点、安定して200ダメージを出せるのは唯一無二よ。大きなマントまで計算に入れてもこの火力を耐えられるポケモンは存在しないわ。文句なしの SS ランクね。追加効果に関してはグレンの嵐にエネルギーを2個取らすというマイナス効果がついているわ。これにより普通には連発できなくなっているわね。継続性が落ちるため B 評価とするわ。総合評価は S プラス。速攻性はないからそこをどうカバーするかが大事になるわね。最後に安定性。2進化ポケモンなので進化度合いは B ランク。技の内容に関しても2エネルギーをトラッシュするのが厳しいわね。 B ランクよ。安定性の総合評価は B ランクね。ここをどうカバーしていくかがデッキ構築の肝よ。耐久力と攻撃力に関しては文句なしなんだけど2進化ポケモンかつ4エネルギー必要、エネルギーのトラッシュもあるという安定性の低さがネックね。エネルギーが多く必要な点についてはファイヤー EX が相棒ね。ファイヤー EX を壁にしつつベンチで育てるというのが基本の動きになるわ。そのためにはファイヤー EX と人影をセットで揃えなければならないんだけど、ここからは確率計算の時間ね。頑張るのだメタン。今回の確率計算をする上で元となるサンプルデッキレシピはこちら。種ポケモンが2種2枚ずつ、1進化と2進化が2枚ずつのレシピね。さらにモンスターボールとポケモン通信が2枚ずつ入っているわ。現時点で使えるサーチカードを全投入した格好ね。それじゃいくわよ。まずは種ポケモンが2種類揃う確率ね。2種2枚ずつだとこんな感じ。2ターン目に揃う確率が 80% 弱、3ターン目で揃う確率が 90% 弱といったところかしら。意外と揃うわね。やはりモンスターボールの存在が大きいわ。この計算にはポケモン通信が入っていないから実際はもう少しだけ上がると思うわ。次に進化ポケモンが2種類揃う確率よ。今回はポケモン通信を計算に入れてみたわ。4ターン目に 58% 弱、6ターン目で 75% 弱といったところね。やっぱり安定はしないのだ。まあそれでもポケモン通信の効果は大きいわね。ない場合よりも 13% ほど高くなっているわ。2進化先を EX ポケモンに限定した場合、今のところはこれが限界かしらね。ただまだ工夫のしようはあるわ。サーチカードは限界だしこれ以上どうするのだ。ふふふ、忘れていないかしら。2進化先は EX ポケモンだけじゃないというのを。というわけで次回はさらに進化ポケモンを増やした時にどうなるか検証していくわね。それでは今日はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。なのだ。
今後もポケポケに関する動画をアップしていく予定ですので、よろしければチャンネル登録高評価もお願いいたします。